なんか余分なところでお金を使わないみたいな、自分のためだけに使うっていう人が多分増えてんじゃないかなと思いますね。解決方法は何だと思いますか？お金お金ですね。 Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Cathy Cat. The birth rate in Japan is declining quite a lot. And this time we want to know from the Japanese boys, the young boys on the streets of Tokyo, why they think that is and what they're going to do about it. So let's go on to Ask Japanese Boys. 海外からすっごい聞かれてて、日本も海外も同じ問題なんですけど、ちょっと待ってください。この単語を覚えようとしてます。少子高齢化。すげえ、なんでわかんの？なんで？それしかないでしょ。それしかないでしょ。それしかないでしょ。大体だってそうじゃん。確かに。中国以外そうじゃん。もうなんか今思い出そうとした時にもうすぐパッとでちょっと読むのうまいですよ、心を読むの。なんで日本が少子化なんだろうのところなんですので、まあ一応お金がかかるからじゃない？子供を産むとめっちゃお金がかかっちゃって、それにどんどん子供がいらないっていう多分大人が増えてきて、でどんどん高齢者が増えちゃって、でどんどん若い者が減るから、結局負担が大きくなっちゃうじゃないですか、若い者の。そこで多分子供を産んでる多分お金とかも暇とかも多分ないみたいな感じでなっちゃってるんだと思います。ある意味今の説明したのはサークルみたいなものですかね。お金がなんていうか高齢者が多くなる。で若い人にもっと負担かかる。で若い人もっと働かなくちゃいけない。もっと働くイコールお金が足りないイコール子供に使えない。そんな感じだと思います。で多分どんどんそうなっていっちゃうんで、多分これからもどんどん減るって言われてるんで、多分結構きついことになってくるよね。もっと俺たちがも働くってなったら、多分どんどんきつい世の中になっていっちゃうと思います。それに加えて育休が取りづらいとかもあって、なんか働きづらい世の中になってんじゃないかなって思います。そうですね。なんか働きながら子供育つはなんか苦しいし、夜泣きとかあったりとかして、なんかそれも寝れなくなったりとかしたりとかして、次の日にまだ仕事しなくちゃいけないしだからもう共働きとかの世の中になってきてるんで、それもちょっとあるのかなって思います。単純にやっぱ草食系男子が多いのかなと思いますね。そうじゃないですか。だってなんか自分の周りでもやっぱり付き合ったことない人とかもたくさんいるし、女性になんか欲求っていうのがなんかなくなってきてるかなって。男性は別に彼女いらないって人が増えてるってことです。そうですね。なんか今自分の年だとやっぱり社会人とかの人もいるんですけど、やっぱりいろんなところでお金を使っちゃって、そっちに回すお金もないし、しかもお仕事とか学校とかも大変だと思うんで、なんか余分なところでお金を使わないみたいな、自分のためだけに使うっていう人が多分増えてんじゃないかなと思いますね。男性の立場としてのその子供の育ちのイメージが今どんな感じなんですか？自分子供大好きなんで、一緒に育てられたらいいなって思ってます。じゃあ子供がみんな欲しいって感じなんですか？子供は欲しいけど、なんかまだそういうところはちょっとあんま分かんないかなっていう感じです。子供めちゃめちゃ欲しいんですけど、大人になってだから経済的にきつくなるとかそういうことを考えると、まだまだきついかなって感じだよね。一人が限界かもしれない。なんかお金がすごい問題になっちゃうんですね、みんな。個人的によく私が聞いたのは、ドイツとまた違って結構男性にプレッシャーがあるって聞きました。なんかもう男性が働くからちゃんといっぱいお金稼がないといけないみたいなのあるんですけど、それ今でもなんかちょっと感じたりとかしてますか？でも日本って共働きが多分結構増えてきてるんで、本当だったら自分も子供を産むんだったら自分が働いて、奥さんには子育てに専念してもらいたいっていうところはあるんですけど、でも多分日本だと多分そうもいかないんで、結局共働きになっちゃうと思います。有給率も低いと思うんで、だからなんか今働き方改革とか言ってると思うんですけど、でも実際何も変わってないし、だから本当に子育てっていう面ではなんか日本は住みづらいのかなとか思いますね。準備はいいですか？あれじゃないですか、給料が安い会社ので、その子供を養っていくのもまた大変だし、だからならもう作んなくていいんじゃねってなってるんじゃないですかね。女性が働いていかなきゃいけなくなってる時代、働けるような時代になってるし、働いていかないと足りない時代だから、旦那さんも奥さんもどっちも働いてたら子供を育てる暇もないしっていうので、子供を作らなくなってるんじゃないかな。
働けるけどもしなくちゃいけない。それはまた給料が低いにつながる感じですね。あると思います。普通にもう今日本人だけじゃ足りなくて、なんか海外からの労働者とかも雇っていかないと足りないってぐらいまでになってると思うんで、そもそものもう母数が足りてないんじゃないかなって思います。その問題、今自分の生活に何か感じるところがあるんですか？そうですね、私も小学校が私の時は3クラスあったんですけど、もう今自分のその出身した小学校が2クラスしかもうないくて、1クラスにまとめられちゃうんじゃないかっていうぐらい少ない学年もあるって言ってて、もう半分ぐらい減ってると思うので、どんどん子供は減ってるんじゃないかなっていうのは実感しますね。自分の小学校廃校になりましたはい、しかも去年一昨年かなで、そうです。自分の地元の中学校も今は多分7校ぐらい市内にあるんですけど、多分3校ぐらいになるって統合しちゃってなるって言われてました。その理由は？千葉県の銚子市です。ってことは東京に近いんですよね。いいですね、はい。そうですね、自分の小学校が多分廃校になった理由というんですか、それは多分その市がお金がないんですよ。すごい負債抱えてて、でそれでその市にいても何のメリットもないから、若い人たち出てっちゃうし、現に自分もちょっと住所変えたんで大学入って出てっちゃったことになってるんで、これあったらいいなみたいなのありますか？解決方法は何だと思いますか？お金お金ですね。そうか、じゃあってことは国にはそのお金には子供にはあんまり使ってない？使ってないと思います。変なところに使っちゃって負債ばっか抱えてると思います。施設が足りないんじゃないかなって、これも国のお金ってなっちゃうかもしれないんですけど、保育園とか幼稚園とかが足りてないっていうのをよく聞く。子供が少ないのに施設が足りてないっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、足りてないっていうじゃないですか。保育士が足りないとか、親が子供を共働きの時に預ける人がいないで、高齢者も増えてて、なんか高齢者も養っていかなきゃいけない、介護施設とかで、だからなんか上も下もお年寄りの方も子供たちも施設が足りてないっていうのが今の働く人たちの世代の負担が多い理由なのかなって。お年寄りも介護しなきゃいけない、子供も育てなきゃいけない、どっちもの負担があって、さらに仕事もしなきゃいけない、どれか削るしかないってなった時に、やっぱり子供がいいかなとかってなっちゃってるんじゃないかなって思うので、そういう働く人たちの世代をもう少しサポートできるようながあったらいいんじゃないかなと思います。子供のためのシステムがまだ足りない感じでだと思います将来どうしたい急に聞くなんですけど、絶対欲しいか絶対欲しくないか、その時に決めるか、子供がどうしますか？いや、自分は欲しいですね。可愛いんで子供いないと多分まともに働けないと思います子供があるからこそ頑張れるみたいな、可愛いから何でも買っちゃおうみたいなどうなんですか？私も絶対欲しいです。やっぱり、育てることがモチベーション、自分も頑張れるようになると思うし、でも私も働いてたいです、ずっとなので、環境になれたらいいなって感じですね。そうですね。でそこの中に今の状態でこれがちょっと難しいところとかありますか？なんかどちらかっていうと時間の方だと思いますね。自分的にやっぱ多分つくとしたら不規則な職場になっちゃうと自分思ってるんで、そういう場合は結構大変、学校とか始まったら大変かなと思ってます。給料はあるに越したことはないんですけど、自分で頑張ってあげていくしかないのかなって思います。子供って結構制服とか本とかいろいろ高くなっちゃうし、そう、私が結構学費とかをかけてきちゃったので、習い事とかでかけてきちゃって、もう親がそれを全部払ってくれてきたんで、私もなんかリッチなことはできなくても旅行とか海外旅行頻繁に行くよとか、そんなんじゃなくても、なんか子供が育つことに支障がない程度の働きができたらいいんじゃないかなって思います。しばらくお待ちください。自分はなんで子供の数が日本で減ってると思ってますか？子供を作ると自由がなくなると思ってる大人が多いのかと思います。自分はどう思いますか？結婚したくないとかそういう人が増えてきてるかな。
子供を作ってなんか一人で育てるんじゃなくて、周りの人に助けてもらう環境があれば、なんか子供を作りやすいんじゃないかなって思います。お金とかなんか支援したりしてあげれたら子供とか作りやすいのかなって思います。個人的に理想は何ですか？自分も子供欲しいか、いなくてもいいか。欲しいです。どっちでもいいです。相手に決めてもらう感じで。I did not even have to say what the topic was about, and the boys caught onto it. I found that very interesting. I did not give them any hint. He just knew, which I found interesting that it is a topic that is in the hearts and in the mind of many people here in Japan right now. Now, the men said, they would like to support their family, but at this point in their lives, they're not sure whether they will make enough money to be able to support their families. In the old days, boys used to earn a lot more. We had also before that the bubble economy and similar things, but right now boys are earning less, girls will have to work, and there's the point in their lives when many people are not sure whether they can actually afford having a child here in Japan. Yeah, and a lot of support mentioned that before by Japanese girls. It seems to be going towards the aging generation right now, so it's harder for the younger generation to make do and to make it happen. Let me just quickly see one more thing. Passive, yes. But I find it nice and refreshing that the boys say they want kids and they want to help their future wife, raise the children. They want to see the children. So it's a big thing right now. But another thing coming into play right now is that the men are more passive. We've done a video about it before, about the passive men of Japan, Soushoku Danshi, the men who will not approach girls or who will think too much and in the end just give up. And we're seeing how boys and girls are it's like a scissor growing into different directions. So hopefully we can get that together in the future. So what is the situation in your country? Is a largely aging population a problem in your country? What is the problem with, birth rate in your country? Have you thought about this? Have you really looked into it? And what do you think about it? Let us know. I hope you enjoyed this video. If you did, please leave us a like just to say thanks for making a video for us. And I'll catch you soon for more stuff. Don't forget to tick the notification bell, and I'll see you soon for more on Ask Japanese. Bye!